はい、皆さん、こんにちは。石田光一です。今日は2022年の7月の8日、まさに令和に入って最大の衝撃のニュースが、日本中を駆け巡りました。安倍元総理大臣が、くしくも私の地元である奈良県で、狙撃されたということです。現時点で、まだまだ予断を許さない状況でして、この動画が公開になる頃にはまた状況は変わってくるとは思うんですけれども、現時点での情報の整理を今日はしてみたいと思います。それから、この大事件が日本の政治、ひいては社会に及ぼすであろう影響、そしてなぜどうして、このような事件が、起こってしまったのであろうかという、そういった点に関しても自分なりの、見解考察を述べてみたいと思います。よろしくお願いします。で、現在、7月8日の午後、日本時間で3時でして、現時点で入っている情報としては、犯人は元海上自衛官と、海上自衛隊の隊員だったということが分かっています。ツイッター等々では、元自衛官だから銃の扱いには非常に慣れていたんじゃなかろうかというような話も出てるんですが、海上自衛官はそんなに銃をバンバン撃つようなことはありませんし、聞いてるとこのネットニュースによると、この犯人というのは任期付きの2年3年任期の自衛官だったということなので、そんなにスペシャリストではなかったんじゃないのかなと思います。私も、元防衛大学校の学生ですけれども、自衛隊員だからといってそんな銃が撃つのが得意のかというと、そういうことではないので、単なるガンマニアだったんだろうなというところなんですけども、まさか令和の時代にこんな事件が起こるとは予想だにしていませんでした。それは全ての日本国民がそう思っていたと思います。総理を、務めた人間が凶弾に倒れるというのは、実は戦前は過去何度かありまして、例えば1930年浜口おさちという、当時の、総理大臣が東京駅で撃たれて、後亡くなるということもありましたし、その2年後、1932年には、斉藤誠という、これもまた総理大臣ですけれどもが襲撃されて暗殺される。これは 5月15日に起こったので515事件と言います。これもくしくも実はその犯人は、首謀者たちは、当時の海軍軍人ということで、多くの日本人が今回の犯人が元海上自衛官だったということで、この515事件を想起する、そういう人も少なくないと思います。そして、その4年後、1936年には有名な、2月26日、陸軍青年将校による、226事件、が起こりまして、でこれでもって、そのまま日本は戦争に突き進んでいってしまうわけなんですけれども、今回こういった事件を、目の当たりにして、いつか来た道じゃないのかなと、このまままた昔のように、世の中がすさんでいって、また新たに戦争に突き進んでしまわないことを、切に願うんですけれども、ここ数年、コロナがまずありまして、それから、ウクライナ情勢であったりとか、原油高、インフレ、そのコロナといえば、病気、疫病ですよね。疫病、それからウクライナ情勢、これ戦争です。それからインフレ、原油高、こういったさまざまな問題っていうのはもう、20世紀のものだと。もう我々は、人類はそれを克服したんだと。もう疫病はもう、技術の医療の、進歩によって克服したと。でもう国連のような国際的な組織がたくさんできて、もう戦争なんては21世紀には起こらないと。疫病も戦争も起こらないと思ってたんですけれども、まさに人類はまだそれを克服してなかったと。そして、この民主主義国家である日本においても、総理大臣を務めた政治家が殺人未遂に遭うという、なんだか本当に、20世紀、に逆戻りしてしまったような感覚を覚えてしまいます。で、今申し上げた日本の近代史ですね、その515事件にしろ226事件にしろ、そういったどちらもこれは若い軍人が起こしてしまった事件なんですけれども、その時の世論はどうだったかというと、実はその犯人たちを許してくださいという嘆願書が集められるほどに、実は一部の国民の支持を得ていたというのも実はありまして、よく
日本の教科書ではね、なぜ日本は過去に戦争してしまったのかという問いかけに対して、日本の教科書ではそれは軍部の暴走であるとか、いわゆる軍国主義が、帝国主義が拡大して暴走して、そういう戦争の道に進んでしまったというのはよく言われるんですけれども、実はそれは本質ではありませんで、なぜそういう誤った道に日本が進んでしまったかというと、これは要は経済が悪くなったからなんですね。もう経済が悪くなると、社会が不安定になってしまいまして、本来平和な時は、経済が安定している時には支持されないであろう、誰も、見向きもしないような極端な考え方とかぶっ飛んだ発想というのがありえないんですけれども支持されてしまうということがあります。ドイツのナチスにしてもそうですよね。ナチスの思想なんていうのは普通に考えたら常軌を逸してるんですけれども、当時のドイツというのはものすごい額の賠償金を支払う義務を負っていました。というのはドイツは第一次世界大戦でフランスやイギリスに負けてしまいまして、ドイツの当時の国家予算数十年分の賠償金をフランスやイギリスに払わなければいけなかったと。とんでもない借金地獄に陥っていて、それで、その借金を支払うためにお金をたくさん吸ったからインフレになってしまって、国の経済がむちゃくちゃになってしまって、ナチスのような極端なもうありえないような思想が国民に支持されたと。これは要は経済が悪くなると、極端な思想に、人々というのは走ってしまうと。日本の場合も今申し上げた515にしろ226にしろ、そういう首相が撃たれるみたいなそういう時代っていうのはもうめちゃくちゃ経済が悪かったんですね。昭和恐慌と言われまして、当時世界的にも1929年ぐらいから、アメリカを中心に不景気が始まったんですが、日本はそこにおいて、金の輸出を解禁、金と日本円通貨の交換を解禁してしまったんです。この金解禁に関しては解説し始めるとそれだけで10分20分かかるんでもう言わないんですけれども、この金と日本円の交換解禁をきっかけにめちゃくちゃ景気が悪くなりまして、農村部ではもう子供、特に女の子はもう身売り、人身売買ですね。子供を売りに出すような、そんなことも起こってしまって、社会不安ものすごく、広がってしまいました。なので当時の日本に、軍部の恐怖政治が蔓延したかというと全然そんなことはなくて、当時の日本というのは民主的で言論の自由もあって、普通選挙、つまり誰もが投票権、選挙権を持っていて、非常に平和で民主的な世の中でした。ですがもうこの経済が悪くなると途端にそれが不安定化してしまうと。で翻って今日本の経済を見てみると、非常に不安定な環境にあります。原油高、そして物価が上がるんですけれども賃金が上がらないという、非常に不透明な状態です。でそれなおかつ円安というですね、これも100年前と90年前と非常に似た状況にシチュエーションにあるなというのが今の私の率直な感じ方ですね。今7月8日まさにあさってが選挙、日本は参議院議員選挙です。選挙当日の公開になるのかな、選挙になりますので、これでもって、日本の政治家はおそらく今日も明日も選挙演説、選挙活動ができなくなると思います。実際今日自民党の候補者も応援演説やめてますよね。今日僕今東京にいますけど、周りもあれほどうるさかった選挙の、車とかスピーカーの音がもうパタッと消えてしまいました。これは非常に良くない、民主主義にとって非常に好ましくない状況だと思います。自分にとって、気に食わないとか自分とは対立する意見がある、これはもうしょうがないんですけども、それを、暴力でもって、押さえつけるという、これはテロリズムですけれども、そういうテロによってその選挙活動が民主主義的な民主的な選挙運動ができなくなっているこの状況っていうのは非常に良くない、好ましくない状況だと思います。今後ね、多分その、選挙運動をする人、政治家っていうのは多分今まで以上に
その選挙カー、演説をするとき恐怖感を覚えると思うんですよ。多分自分もいつか撃たれるかもしれないとか、もしかしたら極端なことを言ったらナイフで刺されるかもしれない。そんな、考えが脳裏をよぎる瞬間ってきっとあると思うんです。そうすると、政治家も自分の、理想を語れなくなりますし、自分の思っていることを、口にしづらくなりますから、これは本当に危ない危険なことだと思います。で、自民党にとってはこれはあんまこう良くない表現かとは思うんですけれども、選挙には追い風になるでありましょうし、これで自民党は対処するんでしょうけど、これ台湾でもね、昔陳水扁総統が選挙期間中に狙撃されて、結果、総統選挙に勝利するということもありましたけれども、自民党は今回勝つんでしょうけれども、繰り返しになりますが、こういった暴力を絶対に許してはいけないと思います。それから、今やるべきこと、今選挙期間中なので政治家はなんていうんですか、国政、政治のことよりも自分の選挙のことで頭がいっぱいになっているとは思うものの、やらなきゃいけないことっていうのはたくさんあると思っていて、まずはこの次の模倣犯ですね。同じようなことをしようとするやつを許さない。あるいはもう実際にピストルを撃つとかナイフをで人を刺すとかしなくても、ツイッターにそういう犯罪予告をするだけで非常に大きな影響を及ぼしますし、そういうことを考える人がもしかしたら出てくるかもしれませんので、そういった、模倣犯ですね、2人目、3人目、2件目、3件目のこういった凶悪な事件を許さないということは非常に、そのために警察は、全力を注がなきゃいけないと思いますし、また周辺環境、日本国の周りというのは非常にセンシティブでしてですね、日本は毎日中国から領海領空侵犯を受けていますし、北朝鮮からミサイルは飛んでくるし、ロシアも今戦争中という非常にセンシティブな国際情勢の中に置かれておりますから、自衛隊もちょっと一個ね、警戒レベルを上げて有事にならないように、そういったさまざまな備えをするべきだろうなとは思います。まずは安倍さんの回復を心からお祈りする、それだけです。以上です。これからもこういった日本の社会情勢であったり、事件や事故についてだったり、もし需要があればこちらのチャンネルでご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。